こんにちは。マインドスポーツオリンピアード2021サークルオブライフラウンド1を解説します。今回は後手です。基本的には進化できなくなって勝つことを目標に置いていきます。その場合、外側から2周目の角が有力な手となります。理由は、外周の角ぴったりに3マス接しており、最終的に4の大きさに進化した際に効率的に置ける場所をなくしていけるからです。順番に要所を確保していきます。ここはいろんな手が考えられますが、今回は盤面全体にまんべんなく散らします。青に F2 に置かれると、最も取りづらい花の形になるのを防ぐため、D1 に置くことになります。そうすると、F1 で死なない4の形が完成してしまいます。そのため、F2 に先に置きます。まだまだ盤面が広いので、今の段階では相手の駒を取らず、自由度を保ちます。盤面全体のバランスと、将来的に自分の駒を置くことになりそうな、角にあらかじめ置いておくことにします。外から2周目の角の要所は、取られたら相手に置かれないよう即置き直します。B1 と D2 のように、一つ飛ばしで置くことで1の大きさを保ちつつ、隙があれば曲がった3の形から花、もしくは塊を作ることを目指します。C1 は2コマ取る手ですが、序盤は気にしなくて良いです。C3 は C2 で花の形を作ることを見据えた手です。ただし、花の形ができても C0 と D0 が置ける場所として中途半端に残ってしまうため、完成タイミングは見極める必要があります。花の形を阻止するためには C2 に置く必要がありますが、C2 としてきた場合、E3 もしくは C4 などで確実に取れる形を作ることができます。角の要所は即置き直します。この手は次につながる手がないので、そんなにいい手ではないですが、しびれを切らして取っちゃいました。ちなみに、D5 から4の花もしくは塊を目指す手は、一見成立してそうに見えますが、C6、E6 の後、F5 が講師となります。E3 もしくは G5 で確実に取れる形が作れるので、防ぐことができません。G3 も次につながる手がないので、そんなにいい手ではないです。15分切れ負けのため、一手一手にそこまで時間がかけられないので、お許しください。盤面を見渡して、相手もあまり隙がないため、左上の花を完成させました。C0 と D0 は置ける場所として余りますが、青が曲がった3の形を作れず、取られることはないので、よしとしました。また、C4、D4 で花の形は取られてしまいますが、4の一直線はいつでも取り返せるので、問題ありません。先に H4 とされると、I5、G3 となり、取れない4の塊が完成してしまいます。そのため、先に I5 として、H4 には G3 で塊を作れないようにします。加えて、H4 で作る4の一直線が取られない形にもなります。ただしその場合、うっかり G4 や I7、I8 を取ってしまうと取られるので、常に注意が必要になります。D0 で4の塊を作られるよりは、3の塊もしくは E2 との4の形の方が将来取れる可能性が高いので、D0 に置きます。D0 は自分だけしか置けないので、さっさと埋めておきます。
次に G2 で取られない4の塊を目指した手です。仮に E2 から取られた場合、F4 で確実に取れる形が作れるので、恐れることはありません。取ってきたので予定通り F4 に置きます。F4 と迷いましたが、青 F4 だと青が H3 と I4 に残ってしまい、G3、H4 で確実に取れる形になります。そのため、青は F4 に置きづらく、取られる可能性のある F4 に急いでおく必要もないと考えました。右側で確実に生きる4の形はまだ作れないので、下で目指します。次に H6、G5、I7 で作る4の塊が確実に取られない形になります。右上がなかなかいい形で収まらないので、あまり良い手でないことを分かりつつ置きました。B5 は C6、D7、E8 ラインで確実に取られる形となりますが、やむなしです。F7 は狙いの一手です。E8 で花の形をブロックしている間に G8 とするのが狙いです。B5 を抑えたことで青が4の塊を作れなくなっているからです。予定通り G8 に置きます。H6 でガバッと取るのも怖いので、左下を催促します。I4 で取ってきたので、確実に取れる形ができました。F2 および I5 で2回2の塊を取れる形です。効率的な良い形です。長らくタイミングを見計らってきましたが、ここで F4 を取ります。左の4だけでなく、下の3の塊も F5 や G6 で同じ4の形になる可能性が高く、F2 で8コマ取れる可能性があります。I7 もしくは I8 で確実に取られない4の形にできるため、ここで取ります。そして青の時間切れです。まだ若干難解な局面ですが、おそらく小勢だったと思います。まずは第1ラウンドを勝ち切れてよかったです。ここまでご視聴ありがとうございました。